どうもこんにちは、川勝のきみです。今日はこの靴、新コードバンを使ったカントリーのオーステリティブログの出し縫いやっていきたいと思います。ソールステッチ、底縫いですね。この靴は前回すくい縫いと中物をやりました。前にはコルク、後ろにはレザーと竹を入れてきれいに削ってあります。でこれがソールです。オークバークのとっても耐久性の高いソール、ドイツのマルチンというところのソールです。これ一晩水につけてあります。ある程度柔らかくなっているので、これを貼り付けて縫っていきたいと思います。中物入れたところに糊塗っていきます。ソールは糊塗って水につけてあるんですけど、もう一回端っこの部分だけ塗ります。さあ次はウィールをかけていきます。まずウェルトを水で濡らします。温めたウィール、これ今回は番手は9です。ウェルトに当てていきます。こんな感じでウィールのギザギザ入りました。9番だからそんなに細かくはないんですけど、今回ぐるっと一周縫うので結構大変そうって感じですね。じゃあ次ドブ起こしやっていきます。ドブ起こし包丁を使ってぐるっと切れ目をサイドから入れてめくり上げます。
はい、土起こしができました。この靴作りの中で一番もしかしたら失敗が許されない場面かもしれないので、毎回一呼吸整えてめちゃめちゃ集中してやります。ちゃんと映ってるかとか、焦点合ってるかとか、画角に収まってるか、カメラ気にしながらやるのがね、なかなか辛いところです。縫っていく糸はこの前イギリスから買ったんですけど、スウェーデンの糸を使ってみます。先端をこんな感じで細くしてます。で、松ヤニ塗ってあります。で、針、これはイノシシの毛です。イノシシのたてがみ。靴作りではイノシシの毛を出し針として使うんですよね。今まで僕はちょっと持ってなかったんで使わなかったんですけど、最近手に入れて使ってます。で、このイノシシのたてがみにさっきの麻糸を絡めていきます。ちなみにイノシシの毛にも松ヤニを塗ってあります。これでイノシシの毛にぐるぐる麻糸巻きつけて、こんな感じで一体化しました。塗ってます。といってもこの靴で一番の大変なポイント、内踏まずを通過しました。この靴360度ダブルウェルトなので、この内側のこの踏まず部分を縫わなきゃいけない。普段も縫うんですけど、細かく縫わなきゃいけないですね。ベベルドウエストだとここ後で隠すので結構粗めに縫っちゃうんですけど、強度的には問題ないんで、今回見えちゃうのでこんな感じで、この内踏まずとっても縫いにくいんですよ。ここなんですが、細かく縫わなきゃいけないということで、ここが一番しんどかったです。あとはここからはただただ頑張ります。出し縫いってソールを貼るところからその出し縫いするまでの準備のところは結構いろいろやることあるんですけど、出し縫い始めてからは本当にもうひたすら何百回も単純な動作をするだけなんで、動画としてはねあんまり撮るところがないんですよね。なのでちょっと今回はこの縫ってる、そして何も喋らないっていうところを長めに入れたいと思います。その前にちょっとこの靴のソールについて解説すると、ダブルウェルトでシングルソールです。デザイン的にはカントリーな感じでトリッカーズみたいにダブルソールにしてもう少しごつさを出してもいいんですけど、そうするとダブルソールの見た目のどっしり感と、そして履いた時の安定感っていうのは増す一方で、当然硬くなるんで、ちょっと今回はねこの新コード板の柔らかさっていうところを感じてみたいので、ソールはシングルソールでいきます。でシングルソールなんですけど、ちょっと厚めのシングルソールです。この前作ったナンバー12オーバーフルブログもこんな感じでダブルウェルトシングルソールで少し厚めのものを使いました。それと同じ雰囲気でいきたいなと思ってます。
はい、縫い終わりまして、最後にここ起こした土偶を水につけて柔らかくして戻します。このフラップのここにはもう糊塗ってありますんで、ちょっと全体も水で濡らしておきます。ということで、ソールの貼り付けから出し縫いしてドブ伏せするところまで終わりました。最後ドブ伏せして水つけてコクリ棒でつるっとさせています。肝心の出し縫いですが、めちゃくちゃ大変でしたけど結構いい感じにできました。こんな感じで今回出し縫い、あまりにもひどくなければ白い糸のまま残そうと思ってたんですけど、大丈夫でしたね。合格です。いきなりの白い糸のまま完成までいきたいと思います。これ結構神経使いまして、いつもみたいに黒で染めちゃったり茶色で染めてウェルトと一体化させちゃうような仕上げだと綺麗には縫うんですけど、そこまで気使う必要はないんですよね。後でどうせ見えなくなっちゃうんで、耐久性とかも全く関係ないのでいいんですけど、今回みたいな白い糸で残す時はやっぱそのまんま糸の揃ってるかどうかっていうのが見た目に影響してくるんで、結構神経使いましたね。プラスこのダブルアルトで全周縫わなきゃいけないということと、結構細かめ、細かくはないんですけどね、9番なので。ダブルアルトで僕はだいたい8番でやるので、9番だと若干普段よりも細かかったなという感じで、片足で数えてはないんですけど計算すると250針ぐらいだと思います。やっぱこのウエスト部分がね、なんといっても縫いづらい。これがね、このウエストベベルにしない時の難しさで、ベベルドウエストって結構なんか高等技術っていうか、すごくテクニックがいるみたいな、そういう認識されてるとは思うんですけど、実際間違ってはないんですけどね。でもあえてベベルドウエストじゃないこの角コバで仕上げるっていうのも、これもまた出し縫いもそうだし、ウエストのコバにしっかりコテを当てられるかどうかっていうのも意外と難しくて、どっちも同じぐらい難しいし手間がかかるんですね、実は。ということで無事白い糸で出し縫いができましたので、このアッパーのステッチの仕様、出し縫いのステッチの仕様とかなりカジュアルでちょっと可愛い感じになるかなと思います。この靴はね、早く履きたいですね。最後に磨くのもかなり楽しみです。ということで本日の革靴の毛でした。